皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は早稲田大学2020年度日本語の問い2から問題を一つ解説したいと思います。皆さんも早稲田大学のホームページからダウンロードして一緒に見てみてくださいね。どうぞよろしくお願いします。この問い2は、どうしたら海外でもっと多くの人に日本語を勉強してもらえるかについて書いた文章でしたね。その中でも特に私が難しいと思ったのが問い17です。空欄 C に共通して入る言葉として最も適切なものを次のあからえから一つ選び、回答欄に記号で答えなさい。問題文を読んでみましょう。また、生徒の意欲をかきたて、関心を持続しためにも、学習成果の評価を客観的にかつ充実した形で行う必要があり、学習達成度の客観的な評価基準の普及や能力試験の充実は、学生の意欲を持続しための方策の一環としても必要である。選択肢は、あ、し続ける、い、せしめる、う、する、え、したい。この4つです。今から15秒で答えを考えてみてください。では行きますよ。スタート。はい、いかがでしたか？問題の文章がまず難しいですよね。では、今から一緒に答えを考えましょう。ここの C が入るのは、持続しためにも、ためのですね。まず皆さん思い出してください。ための、ためにの前、動詞は何形でしたか？はい。辞書形でしたね。N4 レベルですよ。簡単ですね。じゃあ、のしたいためはいいですか？いいえ、ダメですね。まず、が消えました。次に、持続という言葉の意味を考えてください。持続とは、そのまま長く続くという意味です。では、持続し続けるは正しいですか？いいえ。持続と続けるは同じ意味になってしまいますから、二つ一緒に言うことができません。それで、し続けるもダメです。はい。そして残ったのが、せしめると、するの二つです。せしめるという言葉はあまり聞いたことがないかもしれませんね。実は、しめるは刺激、させるの意味があります。でも、古い日本語ですからあまり使いません。つまり、持続せしめるは持続させると同じ意味です。さあ、では、持続せしめる、持続する、どちらが正しいでしょうか？先に答えを言うと、せしめるが正しいです。なぜでしょうか？ここで新しい文法を一つ勉強しましょう。A が B を V させる、せしめる、刺激系のもう一つの意味です。例文を見てください。冬のひどい寒さが彼の体調を悪化させた。フロンガスが地球を温暖化させている。はい。A という出来事が B を V させる原因になるという意味です。つまり、寒さが
体調悪化の原因に、フロンガスが温暖化の原因になったということで刺激を使っています。はい。この文法を頭に置いて、もう一度問題文読んでみましょう。生徒の意欲をかき立て、関心を持続しためにも、能力試験の充実は学生の意欲を持続しための。充実は意欲を持続です。充実することが学生の意欲を持続させる、いい意味で原因になるということです。ここで分かった人もいるんじゃないでしょうか。充実は意欲を持続させるということで、持続せしめるが答えになります。いかがでしたか？実は日本人の私にとってもすごく難しい問題でした。この動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。